私はその夜、珍しく実家に帰省していて、久しぶりに布団を並べた母と妹の寝顔を見ながら、懐かしい気持ちで目を閉じたばかりだったのです。実家の和室は昔から変わらず、障子越しに月明かりが差し込み、畳の匂いとともに幼い頃の記憶が蘇ってくるような、そんな安らかな夜でした。ところが、うつらうつらと眠りに落ちかけたその瞬間、私の左側、つまり母が眠っているはずの布団から、かすかなけれど確かな呼吸音が聞こえてきたのです。最初は母の寝息だと思ったのですが、どうも様子がおかしいと気づきました。なぜなら、その呼吸は私の耳元で規則正しく、しかし母のそれよりもずっと低く、太い、明らかに男性のものだったからです。私は驚いて目を開け、暗がりの中、隣の布団に目を凝らしましたが、月明かりに照らされた母の姿は、静かに丸まって眠っているようにしか見えません。それなのに、私の耳には確かに、布団の中から響くような重い呼吸が届き続けていて、まるでそこに別の誰かが潜んでいるかのような、不気味な感覚に襲われました。私は自分の勘違いかもしれないと思い、そっと枕元の時計を確認しようと体を動かしたのですが、その瞬間、呼吸音がピタリと止まったのです。静寂が戻ったことに安堵しながらも、逆にその静けさが不自然で、私は固まってしまい、動くこともできずにただ息を潜めて耳を澄ませました。すると、今度は私の右側、妹が眠っているはずの布団の方から、さっきと同じ低い呼吸音が始まったのです。まるで何かが私を挟むように、左右の布団から交互に、あるいは重なるように聞こえてくるその呼吸は、家族のものとは思えないほど冷たく、ゾッとするほど規則的でした。私は怖くなって、大声を出そうと口を開きかけたのですが、なぜか声が出ず、体も金縛りにあったように動かなくなってしまったのです。そんな中、呼吸音は徐々に近づいてくるようで、最初は布団の中からだったのが、今では私の耳のすぐ横、枕のすぐそばで聞こえるようになっていました。私は必死に目だけを動かして周囲を見渡そうとしましたが、暗闇の中で、自分の布団の縁に、白い指先がそっとかかっているのが見えたのです。その指はゆっくりと布団をつかむように動き、まるで私の中に入り込もうとしているかのように、じわじわと私の方へ這ってくる気配がありました。私は恐怖のあまり心臓が張り裂けそうになりながらも、なぜか思い合いモードを起こすことができず、ただその指の動きを見つめ続けるしかありませんでした。すると突然、その指がパッと消え、呼吸音もぷつりと途切れたので、私は解放されたように大きく息を吸い込み、慌てて起き上がったのです。しかし、部屋を見渡しても異常はなく、母も妹も変わらず静かに眠っていて、私は自分の見たものが幻だったのかもしれないと、ひとまず布団に横たわり直しました。あれから数分が経ち、ようやく心臓の鼓動も落ち着いてきた頃、私はふと、さっきまでの安らかな記憶が嘘のように、背中に冷たい汗を感じていることに気づきました。
そして、再び眠りに落ちようとしたその瞬間、今度は私の布団の中、足元の方から、確かに誰かが息をしている音が聞こえてきたのです。それは先ほどまでとは違い、どこか湿り気を帯びた、まるで濡れた布で口を覆われたような、くぐもった呼吸で、私は全身の毛が逆立つのを感じました。私はもう一度、勇気を振り絞って布団をめくり、足元を確認しようとしましたが、そこには何もなく、ただ自分の足だけが暗闇に浮かんでいるように見えました。それでも呼吸音は止まず、むしろ徐々に大きくなり、私の太もものあたりに、冷たい吐息がかかっているような錯覚すら覚えました。私はいても立ってもいられず、ついに飛び起きて部屋の電気をつけ、母と妹を揺り起こそうとしましたが、二人はどんなにゆすっても目を覚まさず、まるで人形のようにぐったりとしていました。その時、私はようやく気づいたのです。隣の布団で眠っているのは、母でも妹でもなく、私が知らない誰かの姿が、月明かりに照らされて横たわっていることに。私の悲鳴は、しかし、その誰かがゆっくりと顔をこちらに向けた瞬間、喉の奥でかき消されてしまい、私はただ、その見知らぬ呼吸音に合わせて、自分の心臓が止まるのを待つしかなかったのです。